この辺がいまいち伸びてない。全然ですね、もう指でいう2関節しかないです。第2関節。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、のりです。今回はですね、こちら、15R の畑に来て撮影をしております。先日ですね、こちらの動画、目出し越え肥料の施肥の動画を上げさせていただきました。理由はですね、こちらの方の畑ですね、初動の芽の出方がちょっと弱いです。毎年っていうか年々弱くなっているような気はしてるんですけども、それを補うために即効性のある肥料、目出し越えということで施肥いたしました。それからですね、約2週間経過いたしましたので、現在ですね、どのようになっているかっていうのを紹介させていただきます。で目出し越えですね、 S604 即効性のある肥料をですね、施肥させていただきました結果、このような状態になってます。全体的に見ていただくと結構ですね、葉の方が転葉してきてます。こちら先端の方ですけども、芽の出方もですね、今3枚4枚目ですか、大きさ的に見ても手のひらぐらいの大きさまで来てますが、この辺がいまいち伸びてない。全然ですね、もう指でいう2関節しかないです。第2関節。ちょっとここ隠れて見にくいんですけども、これもかな、これもそうですね、これも第2関節ないぐらい。こちらの木はね、この更新用の枝でカバーしていこうと思うので、なんとかなるのかなという感じですね。こちらはですね、バナーネの方ですね。バナーネの方はもうかなり出てきました。2週間前と違ってですね、もう転葉の方も12345 6枚目ですね。多少伸びてきたかなという感じですね。先ほど弱いところをお見せしましたけども、ちょっと他のところも全体的にお見せします。こちらもやっぱりちょっと弱いっていうか、ちょっとなんか大丈夫っていう感じですね。ここはちょっとカバーする枝もないので、どうなるのかな、ちょっと厳しい。で芽かきがまだできてないんですよね、実はここ。新調したところに関しては先に芽かきは済ませたんですけど、ちょっとね、まだはっきりとできなかったので残してある状態なんですよ。なのでもう2つぐらい普通に残ってます。これはもうこっち落としていいなっていう状態になってますけど、転葉はですね3枚4枚にはなってきてるんですけど、細い。明らかにですね、根元の茎の部分が細い。なのでもう少しですね、窒素成分かな、窒素成分が多い肥料をあげた方がいいですね。もう少し進めたい。この辺りはもう効きましたね。すごく出てきました。もう20センチ超えという感じで、多分ですね、こちらもですね、本当にちょんとしか出てなかったんですけども、かなりこれはね伸ばしてるやつだからいいんですけど、こういうところなんかもねごちゃごちゃしてますけど、これはまだいい方ですね。他の畑から比べるとまだ少し弱いんですけども、かなり芽が出てきました。これだけ伸びればですね、1回目の芽かきの部分ですね、元の部分もやっても大丈夫なので、ちょっと細いは細いんですけど、気をつけながらちょっと芽かきを遂行していきたいと思います。で全体的に一回りしましたが、全く芽の出てこなかった枝っていうのもやっぱりあるんですよね。でその子に関してはもう今年は切り落としました。こちらですね、ここまで枝はあったんですけど、ここ結局全然芽が出てこなかったんですよ。でカミキリムシ等でもやられてるわけではなかったんですけど、先端に本当に少しだけ出てるだけで、もう全然芽の出が良くないんで、これは置いといても仕方ないと。ここに更新用のね枝があるので、来年これに頑張ってもらうということで、とりあえずそちらからもバッサリ、先日切ったばっかりなんでトップ陣の跡がまだ見えてますけども、落としたりというような作業をしております。即効性のある目出し越えをですね施肥して約2週間、結果はこのような状態になっております。このような状態になっております。正直言ってちょっと効いてるかどうかっていうのは微妙です。正直言いまして、栄養の方は先端の方とか新しい枝の方に取られていって、この元からある部分の枝の方への配分が正直少なそう。葉は転葉してきてはいるんですけども、
いわゆる細いんですよね。となるとやはり養分が足りてない、蓄積養分が足りないのではないかなというふうに感じております。私の方では施肥する時に、肥料ですね、成分の方をご紹介させていただいて、マクリウムですね、その肥料の裏面にあるいわゆる下限って言えばいいんですか、例えば10アールあたり20キロから40キロですというふうになってると、うちは20キロというふうにさせていただいて巻いてるんですよ。この畑に限らず他の畑も全部そうなんですけども、ただ他の畑はですねここまで弱くないんですけど、ここの畑だけがちょっと弱いんですよ。違いから考えると、木は一番この畑は若いんですけど、木の大きさがやはりちょっと大きいんですよね。そうすると蓄積している養分が足りてないんじゃないかなと、そういう感じがいたします。いわゆるまだまだ入るんですけども、入っている量が少ないので春先にですね出てくる芽の出方が弱いではないのかなというふうに思います。イチジクはですね9月ぐらいからですね来年に芽を出すための養分をもう蓄積し始めます。9月といえばですね、うちは収穫の最盛期になります。でその時期ぐらいからもうすでに養分蓄積が始まって、10月の終わりぐらいでしょうか、お礼越えをして、基本的に追肥が終了と、次のですね春の堆肥までですね全く施肥をしないような状態になるんですけども、そのいわゆる9月以降の養分蓄積が足りてないというふうに感じましたので、ちょっと今年から、追加でですね肥料を買わないといけないんですけども、毎年もう暮れから春にかけて次の年使う肥料ですねの方を発注して家でねストック在庫しているので、今ある分っていうのは、昨年と同様のパターンで頼んだ量になるので、この畑での施肥量を増やそうと思うと追加でね購入しないといけなくなるのはちょっと痛いんですけど、ちょっとね芽の出方が弱いっていう部分もありますので、今年からはそのような状態にしていこうかなというふうに計画をしております。まずはですね、今ちょっとまだ弱い部分にはなりますので、この後ですね S604 はですね価格的にも4000円を超えるちょっと高い肥料になりますので、今回は有機化成肥料101010をこの後ですね施肥していきます。2週間前に施肥したばかりなんですけども、ちょっとこのままだとね何もしないよりは何か対策を打ちたいと思いますので、そのような状態にいたします。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。